皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、太宰治、嘘。戦争が終わったら、今度はまた急に何々主義だの、何々主義だの、浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて、津軽の清家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かって、そのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、あははは、いやーごもっとも。しかし、それは逆じゃありませんか。男が欲を捨て、女が嘘をつくことをやめる。と、こう来なくてはいけません。と、嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ、そりゃまたなぜです？まあ、どっちでも同じようなものですが、しかし、女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやーもう身の毛もよだつような思いをしました。それ以来、私は天然女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いババアでも、あれで案外他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないのですよ。と笑わずに言って、次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下、私というのは、その当年37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、この署長さんはそれから間もなく転任になりましたが、いい人でした。それからこの私と、もうそれくらいのものでした。今年のお正月は日本全国どこでもそのようでしたが、この地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が積もり、庭木はへし折られ、塀は押し倒され、またぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で、警察署長がやってきました。何やら、どうも、ただならぬ気配です。上がれ、と言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったままもじもじして、いやー、今日は、と言い、お願いがあって来たのです。と思い詰めたような口調で言う。これはいよいよただごとではない。と私も緊張しました。私は下駄を突っかけて土間へ降り、無言で鳥小屋へ案内しました。ヒナの保温のためにその小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ暗い鳥小屋にこっそり入ります。私たちが入っていっても、鳥どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして、向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と署長は言う。警察の留置所から誰か脱走したのだろう。
と私は初めはそう思いました。黙って次の説明を待っていました。多分、この町には先例のなかったことでしょう。あなたのご親戚の慶吾さん、ねえ、入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いや、しかし、あれは、と私はほとんど夢中で言いました。あれは、確かに私が青森の部隊の営門まで送り届けたはずですが。そうです。それは私も知っています。しかし、向こうの憲兵隊から彼は初めから来ていないという電話です。一体ならば、憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よって、まず先に内々の捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。慶吾ってのはどんな男だか、あなたなどは東京にばかりいらっしゃったのだから何もご存じないでしょうし、また今はこんな時代になって何を公表しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまってもいいとは言うものの、でも、いずれにしてもこれは美談というわけのものでもないのですから、やっぱりどうも、あれの氏素性をこれ以上詳しく説明するのは、私には辛くていけません。まあ、ぼんやり、慶吾とだけ覚えていてください。私の遠縁の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、私が青森の部隊の営門まで送り届けてやったのですが、それが入隊してないというのです。一旦営門に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの慶吾は逃げ出したって他に行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない。死にやしない。必ず家へ帰ってくる。何せ、あれの嫁は、あれには不似合いなほどの美人なんだから、必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の媒酌人だったはずだし、また、かねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬している。いや、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで、今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って、嫁によくよく説き聞かせ、決して悪いようにはせぬから、もし慶吾が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここ2、3日中に慶吾が見つかったならば、私は慶吾に何の罰もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で交通機関がめちゃめちゃなのですから。私はあれが入隊に遅れた理由を、そこはなんとかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む。というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中を、あれの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生にはいろいろなことがあると思いましたよ。私のような兵役免除の亭主が帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。あれの家の前で所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと言っても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると、左手は馬小屋で、右手は居間と台所兼用の板敷きの部屋で、大きい炉なんかあって、まあ、慶吾の家もだいたいあれ式なのです。
嫁はまだ起きていて、炉端で縫い物をしていました。ほう、感心だの。俺のうちの女房などは、晩下の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐーぐー大いびきだ。夜鍋もクソもありやしね。おめえはさすがに出兵兵士の妻だけあって、感心だ、感心だ。などと誠に下手な褒め方をして街灯を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家なのですから、のこのこ上がり込んで、炉端に大あぐらをかき、ばばちゃは寝たかと尋ねます。警護には盲目の母があるのです。ばばちゃは寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と嫁は縫い物を続けながら少し笑って答えます。まあそんなところかもしれない。おめえもなかなか苦労が多いの。しかし今の時代は日本国中に幸せな人は一人もねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。何か思いに余る心配事でも起こった時には、俺のところへ相談に来ればいいし、の。ありがとうごす。今日はまた、どこからかのお帰りですか？遅いねす。俺か？いや、どこの帰りでもね、まっすぐにここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや、駆け引きしたいと思っても面倒くさくてとてもできないたちですので、ちょっと気まずくてもありのままを言うことにしているのです。そのために思わぬ難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし駆け引きして成功しても長続きはしないような気がするのです。その時も私は下手な小細工をしたってしようがないと思って、まっすぐにここさ来た、と本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本炉にくべて、また縫い物を続けます。